お客さんにはこれもうサービスで持ってく、もう身内に配るやつなんで、これは一応こんな感じですね。全部今取れた。あとまたマグロ来たんで配るから渡してくれて、こういう感じでマグロってきます。こんな感じでいつもすごい丁寧にマグロってくるんですよ。今日北海道遠い132キロ、すごいいいマグロなんだけど、今日は別に腹紙じゃなくてもいいんで、巻物なんで腹紙じゃなくてこの腹のちょっと下の方ですね。もうほんとサービスでみんなお世話になった人に配るマグロなんで、ちょっと腹の下の方使ってます。でこれはもう色が絶対変わらないって言って1日ぐらいビクともしないマグロです。綺麗ですよね。色が全く変わらないと思います。腹のちょうど2番3番ぐらいですね。これで3キロ3キロが使えるとこがほんと少ないんですよ。今外していきます。これ血合いね。血合い外してここの骨外すんですよね。ここ骨と筋のとこなんで、骨っていうかここも外してます。ここ使えないんでここ外して、ここが赤身です。赤身ね、赤身。ここ血合い消しのところね。ちょっと後からこう掃除します。ここが皮を今外しちゃいました。ここも後から中落ちで取ります。あんだけ3キロあったマグロが使えるのがここだけになっちゃうんですよね。これがもうやっぱりどうしてもロス、この辺はちょっとうまく使えるけど引っかけばで、この辺はやっぱりお店によっては思いっきり塩を当てて干してビーフジャーキーみたいに作るとこもありますね。でこの皮は鱗全部取ってポン酢で湯がいたりしてつまみで出してるね、居酒屋さんとかありますね、たまに。だけど僕はもう全部この辺はもう外しちゃって、でこの辺も筋がちょっと強いとこです。ここもちょっと外します。あとはこの辺は全部使えそうですね。ここがちょっとダメだな。この辺もちょっと口に残っちゃうんですよね。巻いちゃうと口に残る。あとこの血合いが酸化しててどんどん黒くなってきちゃうんで、この辺も後から掃除します。あとは綺麗だね。あとこの辺ももうちょい綺麗磨いて、皮消しなんでどうしても油臭いとこもあるんで、この辺も口に残っちゃうんで全部弾いちゃいます。ここも弾いちゃう。この辺もちょっと筋が強いから落として、ここ落とした方がいいな。ここら辺もやっぱ強いとこですね。ここも外しちゃいます一回。であとは巻物に使いますね。全部後から全部ばらして、細かくばらして、こっちは腹紙ね、綺麗ですね。もう油が上手に戻ってきて綺麗になってきて、これ赤身も血合い外したけどもっと綺麗に丁寧に取っちゃいます。この辺もどうしても口に残るんで、この辺も綺麗に、この辺まで食べるんで過ぎちゃって、すっこくって言うんですけどね、僕ら業界では。この辺はちょっと筋、皮と骨のちょうど間のところの膜みたいな、もうちょっと落とした方がいい。落とします。もうこれ使えるね。今書いていきます。つけなきゃいけないのがマグロの鱗ね。鱗がすごいあるんで、これもうすごい口に入ったらもう本当にもうすごい嫌な思いするんで、食べた人は絶対この鱗が中落ちの中にこう引っかいた中に入らないように気をつけた方がいいです。絶対にこれだけはもう本当にもう恥ずかしいですね。これが入っちゃった、口の中入っちゃった時点で。この血管があるから、この血管も血があまり混ざらないように丁寧に引っかいていきます。でこれはなんか皮引いて後からポン酢かなんかで湯がいて捨てはしないです。食べようかな。この辺は綺麗ですね。やっぱり筋が多いだけ、腹もうさっき先取りしたとこ、ここはもう全部中落ちにするか。だけどこれはあれかな、先取りして、やっぱ筋強いな。ちょっと筋強いけど
噛み切れない筋の強さじゃないんで、こういうのは包丁入れてあげて、これは後から巻物の芯にしますね。筋が強いんだけど、これ包丁入るんで、こうやってほら、これ包丁入るから口には残んないんで、口に残る硬い筋じゃない、これはまだ食べれる筋、この辺はこうやってばらしちゃえば巻物の芯になるんで。この辺硬いね。こういう筋は厄介なんですよ。包丁が入っていかないんですよね。包丁が入らない筋だから。包丁が入らない筋っていうのはもうスプーンでこそげ取る、焼いてつまみ、ビールの塩思いっきり振って焼いて、もうビールのあてとかにしちゃった方がいいの。すごいし筋が、こんなん噛み切れないから、これはもう絶対にダメな、硬くても口に残る筋だから、もうおじいちゃんとかおばあちゃん来たらもう絶対吐き出しちゃう。これ美味しそうだな。筋っぽいんだけど美味しい。ここは絶対うまいとこ。血合い消しの中トロのとこですね。ここはもうね、こういう血管が入るんですよ、必ず。僕自分の場合ですけど、ここ外すんですよ。こうやったら外れるんで。ここはもう美味しいとこ。あとこっちがこの血管ですね。これ口に残るんで、ここは刺身とかでそのままね引いてる店あるけど、ここはもう絶対取らなきゃダメです。硬いです。これはもうダメですね。焼いて食べた方がいい。でこの辺は血合い、まだ血合いがちょっと残ってるんで、こういうとこきれいに掃除してあげて。ここもダメだね。ここも血管なんで、ここも包丁入れてあげて、もうこの中ど真ん中からズボッと入れてあげて、この辺ちょっときれいに包丁で掃除してあげれば、この辺はそうですね、もうすぐ真っ黒になっちゃうとこです。ここですね。この辺もダメ。ここもすぐ真っ黒になっちゃう。ここはもう美味しいところ。なんかどっかの寿司屋がここ鉛筆っていうんでね、鉛筆の部分とか美味しいところです。ここはさっき引っかいたとこね。これちょっと一回軽く包丁で叩いて、僕がいつもやり方はこうやって、あとはこういう風にちょっと平らにするんですよ。平らにしてあげて、この辺ダメだね。筋がやっぱりこういうとこが筋。この辺も外してもう一回ちょっとやり直すなり、ここがダメです。ちょっと細かく平らにしていろいろ見てあげると、あとはもう美味しく食べれるとこです。全部喜ばれると思います。ここ出せば。これも巻物用の芯ですね。もう今筋全部掃除したんで、もうあとは切るだけです。もう硬いとこは全くないです。多分15本ぐらい巻けるんじゃないかな。もっと巻けるかな。この辺はもう柔らかい筋だから、包丁がさーって入ってくる。この辺の筋は全然問題ないです。お客さんの口に入っても噛み切れる筋です。うまそうですね。ねっとりとしっとりして、全く焼けてないっていうか、身がねといいです。間違いないです。うちのこのシャリと抜群に合うはずです。このマグロは冬の一番いいマグロですね。この辺は取るのとこですね。ちょっとこの黒っぽいこの辺はちょっと取っちゃいましょう。なんかやっぱ嫌なんですよね、こういうところが入るだけでも。まあ気にしない人は気にしないんだけど、このなんかこの辺ね、ちょっと傷があるというか、この辺、マグロを引き上げて釣り上げた時にやっぱ内身っていうかぶつかっちゃうんですよね、どっかに。こういう風になっちゃう。この辺はもうこういう感じで切っていこうかな。包丁がね柔らかく入っていくのが綺麗ですね。美味しそうだね。ほんとうまそう。やっぱ血が出るんですよ。こうやって血が出ると
もうちょっとここから臭みが酸化してきちゃうんで、こういうとこはちょっと弾いてすぐ拭いてあげて OK です。これで下処理が終わってまな板をきれいに洗って巻いていこうと思ってます。巻いていこうと思いますね。シャリは朝若いのが来て炊いたシャリですね。5時間ぐらいそのまま常温に置いてもう自然に冷ましたんで、ちょっとシャリがもそもそするんですよね。やっぱりお巻物の場合はしょうがないですね。お持ち帰りの場合はこうなっちゃうんですよ、どうしても。シャリがちょっとでもあったかいとね、マグロが焼けちゃうし、色がやっぱりマグロの色がぼやけちゃうんですよね、すぐ早いんで。マグロ、先ほど切ったマグロ、赤身、中トロ、大トロ、そこら辺をちょっと入れていきます。ちょっと中落ち、さっきひっかりすっこいたとこ、この辺をちょっとうまくいって均等にして、もうね、色がぼやけてるところとかは一切入れないです。うちの巻物はもう色が綺麗なとこだけ。やっぱり次の日になっちゃったりすると食べるのがね、やっぱりどうしても色がぼやけちゃって、蓋開けた瞬間なんだこの色ってなっちゃうのが多いんで、もうそれだけでねあれなんで、できるだけ色持ちがいいとこ、色が1日経っても色がぼやけないようなマグロを使います。